皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。今回は PGY テックさんのカメラバッグをご紹介したいと思います。私にしては結構ごつめというか、あまりこういう大きいカメラバッグを持つイメージってなかなかないのかななんて思う方もいらっしゃるかなと思うんですけど、今回は私が一体このリュックをどんな使い方をしているのかだったり、使い勝手などをたっぷりご紹介したいと思います。私は20リットルのものを送っていただいたんですが、他にも30リットルと40リットルのものがあるみたいです。こちらのカラーはスペースブラックというカラーなんですが、他にはオーロラパープルっていうパープル系のカラーだったりとか、ミスティグリーンっていうカラーも出てるみたいです。そろそろですね、Amazon のセールとかも始まる頃だと思うんですけど、 PGY テックさんの製品もセール対象になるっていうことだったので、気になる方はぜひ概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。では早速仕様などをご紹介しようと思います。大きさはですね、20リットルだとだいたいこのぐらいの大きさで、中の仕切りをどういう風に組むかで多少大きさは変わるんですけど、身長155センチの私が背負うとこんな感じのサイズ感になります。素材はナイロン素材ですごくサラッとした素材になります。で、重さが 1.4 キロなんですけど、めちゃくちゃ軽いです。個人的に好きなところはオールブラックではなくて、この多分リップストラップナイロンだと思うんですけど、この模様があることで全体的にごつく見えすぎないというか、破れにくいっていう機能性の高さはもちろんなんですけど、ちょっとしたアクセントになっているところがいいなと思いました。私が他に使っているカメラリュックは革製になるので、重いのはしょうがないんですけど、何も入れない状態でも2キロ以上はあるので、この軽さはかなり嬉しいです。で、両サイドにはですね、サイドポケットがこのようについていて、ここにはペットボトルとか三脚を入れられるようになっています。私はここにミニ三脚とかこんな感じで入れたりとか、あとペットボトル飲料を入れるようにしています。で、左側のこのサイド部分を開けると、さらにここにファスナーがついていて、ここにはバッテリーを入れたりとか、ちゃんとここで使い終わったとかまだ使ってないやつとかがこう目印でわかるようになっています。続いてはリュックのこの底面部分を見てみると、ここには付属の紐で三脚をつけられるようになっています。で、今度はこちらの上面の収納をご紹介していきたいんですけど、こちらのこのフックを外すと、ここにくるっと丸まっている袋状のここにファスナーがついています。で、これを開けると袋状の収納スペースになっています。ここには私は化粧ポーチとか、あと化粧水類とか、あとは車中泊した時は着替えとか、飲み物を多めに持っていくので、そういったものを入れるようにしています。最初はこうくるっと巻いていたと思うんですけど、結構たくさん入るので、これはすごい便利だなと思います。この留めるフックの長さも調整ができるようになっています。そしてこちらの背面の部分にはさらに小さな収納スペースがあるんですけど、ここには私はこういったブロワーとか、あとは ND フィルターとか、あとはこういったね、レンズペンとかを入れています。で、さらにもう一つ上から出し入れできる収納スペースがこちらになるんですけど、ここも袋のような感じになっていて、一応マグネットで開閉ができるようになっています。私はここにお財布とか鍵とかスマホを入れるようにしていますね。ここはですね、かなり深めのポケットになっているので、下の方まで入れられるので iPod とかなんか薄いものを入れるのにもちょうどいいと思います。私はその他に荷物を置いたりとか、たまにピクニックみたいな感じで公園に行くことも多いので、ここにレジャーシートとかもここに入れてしまっています。そして最後はこのメインの部分と、あとこの肩紐の部分も少しご紹介していこうかなと思います。この肩紐なんですが、ものすごく丈夫で厚めの肩パッドが入っています。右のこ
この肩の紐の部分にも小さな収納スペースがあって、ここに私は飴を入れたりとかお菓子を入れたりとか、ちょっとした小物が入れられるようになっているっていう感じですね。こんな感じでここにね収納できるようになっています。そしてラストメインの部分はですね、この背中が当たるところの背面から大胆に開けることができます。最初届いた時だとこんな感じの仕切りが畳んでたくさん入っている状態になるんですけど、これを自分で好きにカスタムして使えるようになっています。私はこのカメラバッグを使うのは車でどこか出かける時で、特に最近はよく車中泊とかもするようになってきたんですけど、こんな感じでカメラ2台とレンズそれぞれの他にレンズ単体を持ってきたいっていう時も楽に収納することができます。例えばですけど、ハッセルブラッドの 907X&CFV100C に 55mm のレンズと動画撮影用の ZV-E1 と2470の GM2 レンズ、そしてここには小さめのレンズとか、あと他にマイクとかカメラストラップとか ND フィルターとかも余裕で入るようになっています。でさらにこの上の隙間のところにもいろいろ物が入るようになっています。私はリュック自体を持ったままカメラを出し入れするっていうことはほとんどないので、縦にこのようにして2列で収納をしています。あとは交換用のレンズも持っていかない時だと、もう少しこの仕切りの部分を縮小して使うこともできます。下の段に例えばハッセルブラッドと α7C2 に 24mm のレンズがついたものを入れて、その上はさっきのマイクとかフィルター類とか、あとは車中泊する時はここに着替えとかも入れるようにしています。もちろんこれ以外でも仕切りを全部外してしまえば普通のリュックとしても使うことができます。あとはこちらの蓋の部分にはノートパソコンだったりとか iPad を入れることもできます。私はここに YouTube 撮影のネタ帳とかペンとかもここに収納しています。ということでいかがでしたでしょうか。一応最後に背負った感じをご紹介しようと思います。大きめではあるんですが、今まで他のカメラリュックを使っていた時は荷物が入りきらなくてリュックの他に別でカバンを持って出かけていたんですけど、このリュックを使うようになってからはこれ一つで出かけられるようになったので、すごく快適になりました。ということで今回は PGY テックさんのワンプロウルトラライトバックパックの20リットルのものをご紹介しました。私はカメラリュックでここまでいろいろたくさん入れられるものを持っていなかったので、これを使うようになってからは本当に出かけるのが快適になりました。気になった方は動画の概要欄からぜひチェックしてみてください。近々 Amazon セールもありますが、 PGY テックさんの商品もセール対象になるようなのでお得に購入できるんじゃないかなと思います。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたらぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よければそちらもフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。